Welcome! 今日はですね、マグロのカクテルをご紹介したいと思います。普通皆さんほらお刺身でわさびで食べてっていうことをよくなさってるんですけども、時々はこういうことをすると、違う味で美味しいなって思うんではないでしょうかと思いまして、今日ご紹介したいと思います。まずはね、マグロは後で、この水を少し切ってサイコロに切ります。そしてアボカドでも後で、ね、サイコロで、これはみじん切りで、これは一番下にちょっとね細かくして色がこう三重になるようにおしゃれにやってみたいなと思います。パクチーはもうなんかおしゃれにね、上にちょっと色をのせる感じで、好きだったら食べていただくっていう風にしたいと思っています。それでは始めましょう。まずマグロを切る、サイコロに切るというところから始めましょうね。まずね、ちょっとねお水が出ないように少しね拭きましょうね。はい、きれいになりました。ではこれを切ります。まず縦に2人分ですから、こんなに多く今日は使わなくていいと思います。でこれをサイコロに切ります。でこれとほとんど同じぐらいのサイズにアボカドを切ります。これもね少しサイコロに切るの。ほとんど同じサイズにね切るんですよ。猫ちゃんアボカド好きなの？で本当は同じぐらいの分量なので、ちょっとアボカドを少なめに入れますね。本当は先にソースを作らなきゃいけないので、ちょっとソース先に作っちゃおうかな。今ねよくやるんですけど、皆さんねペーパータオルをね片手でもごうと思うとだいたい悲惨な目に遭いますね。今私悲惨な目に遭いました。さて、それではレタスを少しね細切れにしたいんだけど、お家でやるとね太くなったり細くなったり、でもねだからね美味しいんですよ家庭料理の良さ。1つ2つもう十分ね。じゃあこのぐらいにしましょう。でこれはね2段目に入れます。一番下にトマトを入れます。トマトはねこれ洗ってあるので、お家でね時々切れる包丁と切れない包丁があるから、今日はねここが切れなくてここが切れる。もうちょっとあった方がいいかな。ちょっとあった方がいいかな。もう一つ半分ぐらいあった方がいいですね。OK。それではもう、一番下にトマトだけ先に入れちゃいますね。今日はねすごく素敵なねグラスがあったので、ちょっとカクテルを入れるのかな、これね。でもこういうものを使うと同じものがね美味しそうに見えるっていうのがなんか不思議なことね。下にちょっと赤を最初に入れましょう。最後まで食べちゃっていいんですよ、これはね。どうなっても食べられるものですからね。下に赤がきました。そしてその上にレタスをのせます。刻みレタスね。盛り上がらないといけないからね。後で潰れちゃうの、上からのせると。このぐらいあっていいでしょう。では和えるところに入りましょう。皆さんねホースラディッシュって知ってます？西洋と、わさびって言われるんですけど、これね一回買ったらあとどうしたらいいのになっちゃうので、これを思わせるような味を日本の、お台所にあるものでやってみたいと思います。まずわさび、そんなに入れてどうすんのっていうぐらいにね入れていいんですよ。それで大根はあらかじめおろし大根になってるんですけど、ちょっと水を少し絞る。で絞りすぎるとカチカチになっちゃうから、水分が欲しいのである程度、残した状態。そしてカクテルなんですけど、ここになぜかこれにねわさびもうちょっと入れたいぐらい、もうちょっと入れたいぐらいよ。なぜかっていうとね、ホースラディッシュってもうやっぱりふーってなるのね。そのぐらいの辛さがあると私は美味しいと思っています。ここで西洋ものになるんですけれども、ここにトマトケチャップ入れるのうっそーと思うでしょ。ところがこれが美味しいんですよ、入れると。そしてちょっとだけウスターソースをちょっとだけ入れる。これをねちょっと入れることで味がね
またワンステップ上がるわけです。さてここにマグロを入れます。さっき切ったさいの目に切ったね、これお箸でやりましょう。マグロ崩れちゃうから。ここからはねざっとこうかき混ぜるっていうよりも合わせるって感じかな。そしてここにアボカドを入れます。アボカドね4分の1ぐらいでいいと思う。もうすごいことになっちゃうから、もうこのぐらいまであえたら OK です。でこれを今この上に飾りをつけます。まず味見をしてからにしよう。味見をしてから1個ぐらい、1個食べてもいいかな。これね、この箸食べちゃっていいのかしら。こういうことよ、こういうこと。ではいきます。信じてくれない人がいるんですけど、信じなさいってとこですね。あれ、乱暴な気持ちになってはいけないんですよ。これはね、ゆっくり見ながら。アボカドが入るとアボカドの味が強くなっちゃうから、私はどっちかというとこちらの方のマグロを多めに入れたい。時々アボカドがいるぐらいでいいと思います。本当におしゃれなんだけど、もうこれ以上盛るとてんこ盛りっていうのになっちゃうので、このぐらいにしておきたいかなって思います。でね、なんでこれにたどり着いたかっていうことをお話しすると、カリフォルニアロールってありますよね。お寿司がアメリカに渡ってみんなが食べるようになりました。そうした時にね、カニとアボカドとそれをご飯の上に乗せて、それで手巻きですよ。でそこにマヨネーズ垂らしてそれで食べた。みんなそれが美味しいっていうその手巻き寿司の始まりがあるんですけれども、それとちょっと考えをカクテルと日本の味といろいろ混ぜてみたのがこの出来上がり。わさびとお醤油だけで食べるんじゃなくて、こんなのもあるよという。あれ、トマト忘れちゃった。入ってるじゃない、一番下に。失礼しました。パクチー忘れた。よくやるのよね。はい、一番ちっちゃい葉っぱをのせればねいいから。で葉っぱがちっちゃくない場合は手でちぎってのせます。はい、出来上がり。マグロのカクテルです。美味しいと思います。それではいただきます。どんなに見られてもやっぱりあげられません。私がいただきます。いただきます。これちょっと遠いのでね、普通は取らないんですけど持ちますね。ちょっと遠いから。ごめんね。文句言わないで。美味しいのよ本当に。だからホースラディッシュなくても今のやり方でそっかっていう風なお味にちゃんとなるのね。これが不思議。マグロは必ずしも醤油とわさびだけ食べなくても、こういう風な1人分2人分のこんな大きなの買っちゃったけどどうしようって言ったら心配しない。1回目は普通のマグロとお刺身ね。で2回目はこのカクテルをぜひともやってください。でね、この入れ物がねちょっと変わるだけでもね美味しくなるの。わさび冗談じゃないぐらい入れましたけど美味しいです。今日ちょっとお食事をどうぞって言ってお家で出すとおしゃれな感じ、になると思います。怒ってるんです、うちのワープロが。今日いっぱい食べ物のね実を言うと撮影をしましたのでね、どれももらえないって言ってさっきからずっと文句言ってます。というわけで今日は、マグロのカクテルを皆様にご紹介しました。またコメントでもください。お待ちしております。ここね、登録お忘れなく。今日はここら辺で失礼します。チャオ。